六条馬の侵略者ドラマ CD。 白金の姫と青き騎士第1章前編。おいクラン、降参するなら今のうちだぞ。こんな辺境の惑星の原始人にこの私が降伏する？冗談じゃありませんわ。来なさいゆりかご。超時空反発弾発射準備。超時空反発弾。今日は1月24日日曜日。ティアが台本を書いた白金の姫と青き騎士第2章の公演が今まさに行われている。だけどさっきの言葉は演劇のセリフじゃない。公演の最中、出番待ちで外に出てきた俺にティアの旧敵クランが突然襲いかかってきたんだ。俺はティアの剣と鎧の力を借りて応戦した。サナエ、ユリカ、キリハさん、ティア、ルースさん、みんなの力を借りてクランを追い詰めていった。だがクランには最後の手段があったんだ。この超時空反発弾が爆発すればあなたたちは消滅する。ティアミリスさん、あなたの舞台はハッピーエンドにはなりませんわよ。クラン、お前にこの舞台の邪魔はさせない。この舞台はな、カゴの鳥が見たささやかな夢なんだ。果たしてあなたに全てを守りきれまして？そんなちっぽけな剣一本では仲間たちすら守れませんわよ。守ってみせるさ。あいつらはな、全員が侵略を成功させなきゃならないんだから。お願い、誰か孝太郎を止めて。孝太郎はあいつと差し違える気を。なんだと？本当なんですか？よすのじゃ孝太郎、わらわの命令を聞け。そなたはわらわの騎士であろう。悪いなティア。騎士はすぐに代わりを探せ。待って孝太郎。騎士の代わりはいてもそなたの代わりはどこにも。桜庭さん、出番です。スタンバイお願いします。はい、わかりました。孝太郎様、いってらっしゃいませ。どうかご無事で。いててててて。なんだここ。森。学校裏の山ん中まで飛ばされちまったのかな。でもなんで。そうだ、あの女。クランのなんとか反発弾が爆発したんだ。あいつどこ行った？ったくクランめ、演劇の途中で襲ってくるなんて非常識もいいとこだぞ。今度会ったらただ。いってなんだ？何かの乗り物か？派手に倒れちゃってるけど大丈夫なのかな。これクランの宇宙船か。確か名前はなんだっけ。登録名はゆりかご。そうそれ。船体に大きな破損は見られません。信頼度 94% で通常稼働が可能と推定。鎧から聞こえてくるな。この鎧こんな便利な機能があったのか。何かの表紙にスイッチ入っちゃったのかな。捜索中の目標らしき熱源を発見しました。マイロード前方11時方向に15メートル。目標ってクラン、あんなところで寝てやがる。見つけたぞクラン。ここであったが100年目。クラン、
おいクラン、気絶してるのか。でも顔色はいいし呼吸もしっかりしてる。タヌキ寝入りじゃないだろうな。信頼度 99% でタヌキではなく人間と推定。いやそれは分かってるって。おい起きろクラン、こんなところで寝ている場合か。ダメか。救急車呼んだ方がいいかな。いやそれよりもまずティアかルースさんに電話で相談するか。電話あ、県外。おかしいな、こんな時に故障するなよ。おい振っても治らんか。今の悲鳴か。とりあえずクランは後回しだ。くそ、鎧が重くて走りづらいな。どうにかならんのか。戦闘モードを推奨します。現在の巡航モードよりも腕力や機動性が向上、武器や防御装置、飛行機能なども使用可能となります。ただし手先の器用さや着心地などは減退します。カモン、そうしてくれ。仰せのままにマイロード。戦闘モード開放。こりゃ早い。いいなこれ。お褒めいただき光栄です。なお音源および熱源も補足。信頼度 94% で11名の人間と推定。信頼度 90% で先行する1名を残る10名が追っている模様。さっきの悲鳴の主が追われてるってことか。どのあたりだ。前方1時半方向。あのな、さっきも11時とか言ってたが、それじゃ俺は分からん。ちょっと右。了解だ。まもなく対象物が目視で確認できます。どこにいる。右側斜面下方、崖の端から約20メートルの位置。見えたぞ。あれだな、フードをかぶった女の子を男たちが取り囲んでる。全員格好が演劇の衣装そのままだが、まさかこんな野外で演劇の稽古やってるわけじゃないよな。ショセストゥクルゼクルニゼニエヘスウスタビステヘストクロエウスオトウジマルクザスタンヘスリクルジククルゼクザスコゼニアキエディスパトズコニアベデタムニインニエプレシビザシエルスエウォリ。おまけに日本語じゃない。何語だよあれ。言語解析が完了。信頼度 96% でフォルトーゼ海古代語と推定。フォルトーゼの古代語。翻訳機を当該言語に設定。まったく気丈なお方だ。日本語になった。しかし長く続いた皇家の血もここまでとはさぞ無念でしょうな。血など問題ではありません。無念というならそれはただ民を守れなかったことだけ。そうやってあくまで気高い言葉を口にし続けるそのご尊顔、そろそろ拝ませていただきましょう。おい、女のフードを取れ。はっ。あの女の子、桜庭先輩じゃないか。いや違う。よく見ると髪の色が銀色だし、どういうことなんだ。警告。目標 B 軍の所持している武装は28。すべて殺傷能力があり、警戒レベルを1から2へ引き上げ。状況から目標 B 軍の目的は目標 A の殺害と推定。あの子を殺す気なのか。確かか。信頼度は 92%。演劇でも何でもなくて見たままの状況ってことか。まずい。女の子がどんどん崖の端に。状況はよくわからんが仕方ない。おい行くぞ。目標 B 軍とやろう。 B 軍を敵勢力として敵味方識別を再設定。武装の選択を。剣で行きたいが相手を殺さないようにできるか。仰せのままにマイロード。頭身をソニックインパクトでコーティング。よっしゃー。お前らなんだ。女
女の子一人を相手にいい大人が何やってんだ。まず一人。何者？どこかの騎士か。今のは何だ。たった一人に騒ぐな。殺せ。やってみろ。私は何を。そうですわ、あの男里見光太郎が超時空反発弾を爆発させたんですわ。あの青木下時どこに行きましたの。でもそれよりもまずここはどこですの。ゆりかご応答なさい。マイプリンセス、ご命令をどうぞ。この場所の座標軸を調べて。仰せのままに、マイプリンセス。腕輪状に立体投影いたします。これで10人と。目標 B 軍10名を完全に無力化。ただし意識の回復が懸念されるため即時の移動を推奨します。ああ、そうだな。助かったよ。戦闘モードを終了。お疲れさん。騎士様。ああ、大丈夫でしたか、桜庭先輩。ああ、すみません、間違えました。とにかく怪我とかはありませんか。馬から落ちた時のかすり傷ぐらいです。助けていただいて本当にありがとうございました。近くから見るとますます桜庭先輩にそっくりだ。表情の感じなんかもよく似てる。申し遅れました。私の名前はアライア・クーア・フォルトーゼ。地位を追われたばかりなのでお恥ずかしい限りですが、この国のフォルトーゼ公国の第一皇女です。アライア姫？フォルトーゼの？はい。どういうことなんだ。アライア姫といえば桜庭先輩が演じた役。やっぱり芝居の続きなのか。でもさっきの男たちは本気で襲ってきたし、一体何がどうなって。この青木下時ここで何をしていますの。勝手なことするんじゃありませんわ。クーラン、痛いなこの野郎。お前まだやる気か。そんな余裕はありませんわよ。一刻も早くこの場所を離れないと大変なことになりますわ。ほらこっちへ来なさい。クーラン、引っ張るなよ。待てってなんだってんだよ。まず説明しろ。俺には何が何だかさっぱりわからん。もう仕方ないですわね。説明して差し上げますから、聞いたら言うことを聞いてくださいまし。内容による。さっき一緒にいたあの方には聞こえていませんわね。十分離れてる。大丈夫だ。では申しますけど、私の爆弾超時空反発弾をあなたが中途半端に爆発させたでしょ。あんな爆弾使う方が悪いんだろう。俺のせいみたいに言うな。とにかくあの爆発の影響で私たちは地球から別の惑星へ飛ばされてしまったんですわ。は？だからここは地球ではありませんの。はあ？なんだよそれ。加えて時間もだいぶ遡っているようですわね。時間を遡る？簡単に言うとタイムスリップですわ。ゆりかごで調べた結果、ここは2000年前のフォルトーゼらしいということが分かりましたの。フォルトーゼ。そういう事情ですから、さっさとゆりかごに戻って未来へ帰る方策を練りますわよ。余計なことをしてリスクを抱え込む必要は。なるほどな。それでこうなるわけか。何ですの？さっき一緒にいた女の子、あの子変な奴らに襲われてたから助けたんだけど。助けた？アライア・クーア・フォルトーゼっていう名前らしいんだ。あらや
地位を追われたばかりって言ってたから、演劇で描かれていた事件の真っ最中みたいだな。まあ過去のフォルトーゼに来たんなら色々納得だ。本物の新井愛媛があんなに桜庭先輩に似てたってのは驚きだけど。ちょっとお待ちなさい、青木しもどき。あ、気安く歴史を変えるんじゃありませんわ。元の世界に戻れなかったらどうしてくれますのよ。何怒ってんだよ。これが怒らずにいられますか。あなた過去の歴史を変えたんですのよ。このままでは元の時間と場所に戻れなくなりますわ。なんでそうなる。宇宙と時間、それらが織りなす歴史というものは川の流れのようなもの。ふとした拍子で別の流れに入り込んで元の流れとは違う流れに入ってしまうことがあるんですの。元とは違う流れ。事実、もう別の流れに入っていますわ。本来の歴史では彼女を助けるのは別の人間。おそらくは青騎士の役目だった。でもあなたが先に助けてしまった。きっとこの先に起こる出来事も変わってきますわ。本物の青騎士と白金の姫の出会いを俺が邪魔したってことか。ええ、2人が出会わなくてはフォルトーゼが帝政のまま2000年存続する可能性はほとんどありませんわ。そうなるとティアミリスさんやパルドムシーハが地球へ行くこともない。ティアやルースさんと俺が出会うこともない。まずいじゃないか。だから言ってますのよ。どうしたらいいんだ。どうしたら元の世界に帰れる。その方法はただ一つ。この辺りにいるはずの本物の青騎士を見つけ出して新井愛姫に引き合わせるんですわ。それも可能な限り早く。そんなことでいいのか。それでも多少は歴史が変わっちまうんじゃ。今のままよりははるかにマシでしょ。やるだけやって元の歴史に戻れる許容範囲内に収まることを祈るだけですわ。そうか。しかし具体的にはどうすればいい。そうですわね。本物の青騎士は私が探し出しますわ。その間あなたは青騎士の代わりをして彼女を守ってくださいまし。青騎士を演じるわけか。ええ、お得意でしょ。まあセリフは一応頭に入ってるが。騎士様、いかがなさいました？いえ、さっきの連中が目を覚ます前に別の場所に移動した方がいいと私の従者と話し合っていたところでした。従者？他にどう言えって言うんだ。もう仕方ありませんわね。そうでしたか。確かに急いだ方が良いようですね。私もはぐれてしまった仲間たちを探さなければなりませんし。どちらへ向かわれるのですか。私もご一緒します。騎士様も？はい、そのつもりですが。迷ってるようですわ。それもそうですわよね。助けてくれたとはいえ敵である可能性はゼロではありませんし。演劇じゃ目を見ただけで信頼してくれたんだけどな。こんな間抜けな顔をした青騎士もどきではね。うるさい。騎士様、はい。一つだけお聞かせください。あなた様はどうして彼らを切ってしまわれなかったのですか？それはこんな質問台本にはなかったけど、正直な気持ちを言うしかないよな。私は人を切るのが好きではありません。それに助けに入った時、あなた様がどなたであるのかを存じ上げませんでした。だから彼らを一方的に殺してしまうわけにはいかなかった。それが彼らを切らなかった理由です。ご無礼をお許しください、騎士様。私はあなたを信じます。光栄です、アライア殿下。騎士様、あなた様のお名前をお聞かせください。俺の名前は里井。いえ、私の名前はレイオス・ファトラ・ベルトリオンです。レイオス様ですね。はい。この剣に誓って必ずやあなた様をお守りいたします。
一言で言えばクーデターです。大臣のマクス・ファーンと宮廷魔術師長であるグレバナスに私の両親、いえ皇帝と皇后は陥れられて殺害されました。次女のマリーがそれを目撃し、私に知らせてくれたのです。それはおつらかったでしょう。はい、ですが悲しみに暮れている場合ではありませんでした。敵の手が私や妹にも及ぶことは分かりきっていましたから。それで妹のシャルル、古くから仕えてくれている騎士のフレア、たまたま私を訪ねてくれていた進学校時代の学友ファウナ、そしてマリーの5人で城から逃亡したのです。でもきっとそこら中に敵の手の者が。ええ、ですが私たちに味方してくださる方々もいました。例えば友人のリリス、彼女はマクス・ファーンの姪にあたる方ですが、立場を顧みず逃亡を助けてくれたのです。以来共に行動しています。そうですか。その後しばらくは何とか逃げおおせていたのですが、目指していたマスティルの関所までもう少しというところで追っ手に見つかって、仲間たちとチリチリになってしまいました。そしていよいよ捕らえられるのを覚悟した時、レイオス様がおいでくださったのです。なるほど。じゃあ私が聞いた悲鳴はきっと馬から落ちた時の声ですね。ちょっと待って、ベルトリオンあねえ、歩くのが早いですわ。まだ何分も歩いてないじゃないか。だらしないぞクラン。そんなこと言ったって、こんな峠道歩いて通るのは初めてですもの。たく殿下、少しここでお待ちを。はい。俺はともかくアライア殿下だってピンピンしてるだろ。それにティアならきっと平気だぞ。このぐらい。この時代の人間や山育ちのティアミリスさんと同じにしてもらっては困りますわ。もう私一歩も歩けません。あ、お前俺を襲った時空飛ぶ装置使ってたじゃないか。あれで使えるわけないでしょ。アライアさんの目の前でそれこそ歴史が変わってしまいますわ。それもそうか。クラン様は大丈夫ですか？ああ、すみません。疲れてしまったみたいで。それは困りましたね。しょうがないな。ほれって何ですの？背中に乗れ。おぶってってやる。結構ですわ。かっこつけてる場合か。もう歩けないんだろ。さっきの連中に追いつかれるのもまずいし、ほら早く。仕方ありませんわね。よし、乗ったな。じゃおかしいですか？いえ、お二人の関係がなんだか微笑ましくて。こいつがわがままってだけですよ。もう余計なことを言わないでくださいまし。はいはい。先を急ぎましょう殿下。はい。鎧越しだから脳幹、鎧越しだから脳幹ですわ。何ブツブツ言ってるんだ。いいから黙って歩いてくださいまし。いや、実はな、一つ頼みがあるんだよ。何ですの？お前の力でアライア殿下の仲間を探せないか。このまま当てもなく探していたら本当に連中に追いつかれかねない。できるだけ本来の歴史に近づくよう手は打っておくべきだろう。あなた、それを言うために私をおぶって？半分な。それでどうなんだ？可能ですわよ。ゆりかごから探査機を出して辺りを探らせますわ。頼む、すぐにやってくれ。わかりましたわ。その代わりもうしばらく背中を貸していただきますわよ。
歩きながらでは探査機の操作はできませんから。問題ない。ティアよりは重いが、鎧のおかげで苦になる重さじゃない。お黙りなさい、この青騎士もどき。佐賀に訂正なさい。私がティアメリスさんよりも重いだなんてありえませんわ。バカ、暴れるなって。本当に仲がおよろしいんですね。すっかり暗くなってしまいましたね。お疲れではありませんか、殿下。少し休んでも。大丈夫です。今は1秒でも早く仲間たちの無事を確かめたくて。目指している滝の近くに皆さんがいるといいですね。はい。逃亡中に一度休憩を取った場所というだけで特に約束をしているわけではありませんが、全員が落ち合える場所といえばあそこぐらいしか思いつきませんから。きっとそこでお仲間に会えますよ、殿下。ええ。それでクランどうなんだ。探査機によると確かにこの先に滝がありますわ。そこに人間が5人と馬が1頭いるようですわね。アライアさんの話と人数は一致していますから間違いないのではなくて。でかした。レイオス様、滝が見えてきました。はい、アライア殿下。近くに人影も見えます。みんなだわ。急ぎましょう、レイオス様。ところでクラン、何ですの？背負われたまま殿下の仲間に会うのと自分で歩いていくのとどっちがいい？下ろしなさい、今すぐ。はいはい、仰せのままに。みんな、姉上、殿下、アライア様。みんな無事でよかった。殿下もよくご無事で、馬だけが戻ってきたので心配しておりました。姉上、お帰りなさいなのじゃ。シャルル、ただいま。わらわは信じておりましたぞ、姉上のご無事を。ありがとう、シャルル。おい、あのシャルルって子ティアだよな。ええ、確かに子供の頃のティアミリスさんそっくりですわ。すごい偶然があるもんだな。偶然ではないかもしれませんわよ。何せ同じ血筋であるわけですからね。あ、なるほど、そりゃそうだな。ほら、隣の彼女だってどことなく面影があるでしょ。あ、髪型なんか少し違うけどルースさんっぽい。あれが多分この時代のパルドムシーハ、有名な女騎士のフレア・ラーンですわ。ああ、そうか。演劇でもアライア姫の仲間にいたよ、女騎士フレア。アライア殿下、あの二人は何者でありましょうか。フレア、あの方たちが私を助けてくださったのです。さようでございましたか。そこの青い鎧の騎士、何者だ。私はレイオス・ファトラ・ベルトリオン、修行の旅を続ける漂白の騎士です。こちらは我が従者のクラン。殿下を救ってもらったことについては感謝する。しかしフレア、やめてください。私の命の恩人に失礼があってはなりません。ですが殿下、得体の知れない男です。我々全員を殺すために送り込まれた輩かもしれません。もしそうなら今頃とっくに襲われています。あの方は追っ手の兵10人を一人で打ち倒すほどの方なのですよ。しかしお願いフレア、私を信じて。わかりました、殿下。ありがとう。申し訳ありません、レイオス様。いいえ、旅の騎士が居合わせたなど確かにできすぎた偶然。誰しも疑うのが道理でありましょう。自覚があるなら問題ない。貴様が少しでも妙な真似をしたら、その時は後ろからでも叩き切るからな。そうしていただいて結構です。さあレイオス様、こちらへ。改
改めて私の仲間たちを紹介させていただきます。まずこの子はシャルル、正しくはシャルドリッサ・ダオラ・フォルトーゼ。私の妹でこの国の第二皇女です。これはシャルル殿下、お初にお目にかかります。青騎士とやら。なんでございましょう、シャルル殿下。姉上が世話になったようじゃな。大義であった。フォルトーゼの騎士であれば当然のことでありましょう。マイプリンセス。気に入ったぞ青騎士。より一層忠義に励むのじゃ。はっ、仰せのままにマイプリンセス。ではまずわらわを肩車せよ。仰せのままにマイプリンセス。おお、高い高い。シャルルったらティアの子供の頃もこんな感じだったのかな。では紹介を続けますね。レイオス様、彼女はフレア、私の友人で古くから皇家に仕えてくれているパルドムシーハの聖騎士です。フレアラーンナイ・パルドムシーハだ。青騎士、青騎士。なんでございましょう。フレアは真面目で意地っ張りなのじゃ。そなたのことも口で言うほど嫌ってはおらぬ。安心せよ。シャルル殿下、何を。それを聞いて安堵いたしました。切られずに済みます。もうシャルル殿下にはかないませんね、フレアラーン様。マリー殿までからかわないでいただきたい。はーい、どうも申し訳ございません。青騎士様、私はマリエッタ・アルセイン、お城好きの次女をしていたの。よろしくね。はい、よろしくお願いします。くったくなくて親しみやすい雰囲気で、この子はなんだか大家さんみたいだな。それで青騎士様、ここにいる子たちの中では誰がタイプ？やっぱりアライア様？こんなとこまで大家さんそっくりだ。マリー、そんなことを聞いては失礼でしょ。あら、そうかしら。これぐらい普通ですよね、青騎士様。まあしかし桜庭先輩、ティア、ルースさん、大家さんとくれば残る2人は。あっちのお二人が気になります？いや、あのお二人はリディス様とファウナ様。リディス様はあの若さなのに高名な学者様。ファウナ様は暁の女神様に仕える神官で、アライア様の進学校時代の同級生なの。リディス・マックス・ファーンと申します。よろしくお願いいたします。私はファウナ・モードラウ。アライア様を助けてくれてありがとう。なるほど。リディスさんは少しクールな知性派、キリハさんっぽい感じだ。そしてファウナさんは明るい不思議系少女。早苗だな。あなたの考えていることわかりますわよ。どこかで見たような組み合わせだと思ってるのでしょ。まあな、そんなとこだ。共時性というものかもしれませんわね。共時性？シンクロニシティ。関係ないはずなのに運命的なものに導かれて、似たものや似た状況が現れることですわ。血筋の人間は関係あるんだから、それには当てはまらないだろう。それに何ですの？一人足りん。ユリカがおらん。そういえば。まあユリカらしいって言えばらしいんだけど。あれ、馬。そういえばユリカって演劇で馬の足やってたよな。まさか。青騎士、その馬は姉上のものじゃ。賢くてな。姉上からはぐれても一人で戻ってきたのじゃ。そうなんですか。やっぱりこいつがユリカってことになるのかな。しかしな、いくらうまく演じられるからって馬はないだろう。馬はなんじゃ。お馬さん、そっちは危ないわよ。岩に苔が生えてて滑りやすく。言わんこっちゃない。なんじゃ。しまった。馬が
杖を持っている魔術師か。敵のスパイだな。まずい。来たれ風のさせるか。そこまでだ。それ以上動いたり喋ったりしたら分かっているな。魔術師で敵のスパイ。魔術師や魔法なんてものがこの時代には実在していたのですわね。驚きですわ。ああ、魔法使いなんて生まれて初めて見るよ。コスプレのやつならよく知ってるけどな。このスパイめ、いい加減に口を割るのだ。誰からどんな命令を受けてきた。こっちを向くのだ。隠し立てするようならこうして縛りつけるだけでは済まさんぞ。殺したければさっさと殺すがいい。私は構わない。なかなか口を割らないみたいね、あの子。ああ、かなり強情なようだ。フレアは大丈夫かしら。ああいったことに向いている性格ではありませんから。そうね。フレア様、本当はお優しい方だものね。あの魔術師、さすがにユリカと全く同じってわけでもないようだが、でも俺の言葉で正体がバレたって勘違いするドジなとこはユリカっぽいんだよな。だとすればちょっと、また何か余計な手出しを考えているのではないでしょうね。歴史通りに物事を進めるためなら多少の手出しはありだろ。それはまあ。だったら協力しても大丈夫だよな。ほどほどになさってくださいまし。ああ、問題はどうやるかだが。皆さん、お待たせしました。今夜のディナーできましたよ。青騎士、シチューじゃ。マリーのシチューはとびきり美味しいのじゃ。それは楽しみですね、マイプリンセス。それだ。マリーさん、一つ頼みがあります。何？いやあ、魔術師のスパイさん、今からしばらくは俺が話し相手だ。相手が変わっても私の返事は変わらん。何も話す気はない。釣れないなあ。ここで会ったのも何かの縁だろ。仲良くしようじゃないか。いいのですか、アライア殿下。あの男に任せて。ぜひにとレイオス様が申し出てくれたのです。断る理由もないでしょう。まあお手並み拝見と言ってみようではありませんか。そうそう。ひょっとしたら何か面白いことやってくれるかもよ。そうですね。まあそうむくれないでさ。せめて名前ぐらい教えてくれよ。ちなみに俺はレイオス・ファトラ・ベルトリオンだ。青騎士と呼んでくれてもいいぞ。慣れ慣れしくするな。お前と友達になる気は。ほう、腹の虫とはとっくに友達みたいだな。うるさい。まあこんな時間だ。そりゃ腹も減るよな。俺だってそうだし、他のみんなもそうだ。それでだ、次女のマリーさんがシチューを作ってくれたんだよ。そろそろ持ってきてくれる頃だと思うんだよな。レイオス様、お待たせしました。マリーのスペシャルシチューでございます。おお、来た来た。おお、こりゃうまそうだ。わらわも一緒に食べるぞ、青騎士。はい、殿下、ぜひご一緒しましょう。それではごゆっくりお召し上がりください。ありがとうマリーさん。さーて、早速いただこっかな。あ、なんだ。よくわからんな。早く食べないと冷めてしまうぞ、青騎士。そうですね、殿下。ではいただきましょう。ほう、良い香りじゃ。お肉もよく煮込まれてますね。では一口。お前何よだれ垂らしてるんだよ。青
青騎士、もしかするとこの魔術師はシチューが食べたいのではないか？あ、なるほど、さすが殿下。でもな、名前も知らないやつには分けてやれないな。ああ、今日のところは名前だけでもいいからさ、教えてくれよ。ダメだ、俺はそっか。じゃあしょうがない。今度こそ食べましょう、殿下。そうじゃな。おお、キノコの風味が効いてるな。芋もホクホクだがたまらん。うまい。さすがはマリーのシチューじゃ。こんなに美味しいんじゃ、すぐになくなっちゃいそうだ。さあ、もう一口いっちゃおうかな。カリスだ。あ、私の名前カリス・ウェブナントだ。これでいいんだろ。案外開けなかったの。これ以外のことは話さんぞ。名前だけだ。名前を教えればそれをくれると言ったよな。ああ、いいよ、やるよ。ほら、あんしろ。ほら、味わって食え。そうだろそうだろ。やっぱりこいつ、少なくとも一部はユリカだったな。というわけで、あの魔術師の名前はカリスです。お疲れ様でした、レイオス様。いえ、名前だけしか分からずすみません。ですが、あいつを尋問する効果的な方法は分かりましたから。もうびっくりしちゃった。あんな手があるなんて。本当に騎士らしからぬことをやすやすとされるのですね、青騎士様は。まずかったですか？いや、感服した。私にはあんな発想はなかった。フレアさん。フレアが珍しく素直になったようじゃな。シャルル殿下。青騎士、わらわを守れ。仰せのままに、マイプリンセス。とにかくです。こうして敵のスパイがいた以上、我々の動きは筒抜けだったと考えていいでしょう。マスティルの関所への移動はより注意深くやらねばなりません。下手すると敵の罠の中に飛び込むことになるか。そういうことだ。バルドムシーハ卿、参道に迂回してはいかがでしょう。クロン。迂回か。しかし山道は相当に険しいぞ。街道を避ければ少なくとも正規軍とぶつかることはないでしょう。歩きにくいという問題はありますけど、罠に飛び込むよりはマシですわ。スパイからの連絡が途切れたことに気づいて、敵が捜索の範囲を広げる前なら、あるいはか、やってみる価値はありそうだ。アライア殿下、よろしいですか？あなたに全てお任せします、フレア。かしこまりました。ではみんな、明朝夜明けとともに街道を迂回して山中を抜け、マスティルの関所を目指す。今夜はゆっくり休んでくれ。私たちの時代より星がはるかにたくさん輝いて見えますのね。クラン、俺だ。ベルトリオン、驚かせないでくださいまし。すまん。日の晩ありがとな。いいえ、私はそこまで疲れていませんもの。ずっとあなたにおぶられていましたから。そうだな。でも少しは寝た方がいい。日の晩は俺が代わるよ。あなたがそこまで言うなら、では。なあ、その前に一つだけ聞いてもいいか？何ですの？さっき街道を迂回しようってフレアさんに言っただろ。どうしてあんなこと思いついたんだ？あなたが言ったんじゃありませんの。歴史通りに進むためなら手出しもありだと。
私分かったのですわ。青騎士がやるはずだったことが。青騎士がやるはずだったこと？あなたもご存知のはずでしてよ。ティアさんの演劇においてこの後アライア姫の一行は山賊に襲われてた。そう。つまり青騎士は街道を外れて山を歩く方を選んだということですわ。そうか。お前頭いいなクラン。山賊の方が軍よりも人数は少ないでしょうし、川を行くよりは目立たずに済む。青騎士の判断もそんなことだったのではないかと思いますの。なるほどな。クラン、お前って陰険で執念深いやつだと思ってたけど、それだけじゃないんだな。背中叩かないでくださいまし。痛いですわ。すまん、ちょっと興奮して力が入った。それに陰険で執念深いってどういうことですの？ティアが言ってたし、お前と出会ってそうだなって思ってた。覚えてらっしゃい。元の時代に戻ったら不敬罪で縛り首にして差し上げますから。地球人の俺にお前たちの法律は効かんぞ。だったらなぶり殺しですわ。はいはい、わかったわかった。とにかく帰ったらひどいですわよ。帰れたらな。帰れなかったらずっとお前と二人きりだ。そんなのごめんですわよ。それはお互い様だ。そうならないためにも早く本物の青騎士を見つけなければなりませんわね。はあ、そうだな。そして俺はそれまでアライア殿下を守らないと。アライア殿下。すみません、お二人でお話し中でしたか？いえ、大した話ではございません。私は今から休ませてもらうところでした。それではベルトリオン卿、また明日。おアライア殿下、おやすみなさいませ。ええ、おやすみなさい。ごめんなさい、お邪魔したみたいで。ああ、いや本当に大した話じゃないですから。そうですか？レイオス様、少々お話をさせていただいてよろしいでしょうか？はい。実はレイオス様とクラン様にお別れを申し上げようと思っております。お別れってどういう意味ですか？言葉通りです。これ以上あなた様を巻き込むべきではないと考えているのです。俺を巻き込まないためってどうしてです？それはこのままではあなた様のお仕えする領主に責めが及ぶからです。領主？俺のいや、私の主人に責めが及ぶと？はい。俺には仕えてる領主なんていない。だけどこの時代は騎士なら誰かに仕えてるのが普通なんだろうし、下手に言い訳するとボロが出ちまう。どうする？レイオス様が仕えておられるのはおそらくマクスファーンたちの軍門に下った領主の一人。このまま私たちの味方を続ければその責めが領主に及ぶのは必至。おそらくは領民にも不幸が降りかかるでしょう。私はそれを望まないのです。また台本にはなかったやりとりだ。どうすればいい？何と答えればアライア殿下は納得してくれる？お願いです。皆の眠っているうちにクラン様と立ち去ってくださいませ。教えてくれティア。青騎士ならここで何と言う？いやティア、お前ならどうする？どう答える？そうだ、ティアなら。レイオス様、どうかお聞き入れを。アライア殿下。はい。私はこのまま殿下のお供をさせていただきます。しかしレイオス様、それではあなた様と領民たちが苦しむことになります。
ティアは演劇の特訓の時に言っていた。身も心も貴族になれって。表面を取り繕うだけじゃダメなんだ。だから嘘は決してつかない。大丈夫です、殿下。詳しい事情は申せませんが、私はどの領主にも仕えていないのです。領主に仕えていない？レイオス様、あなたは一体？ご安心ください、アライア公女殿下。故郷を遠く離れた漂白の騎士なれど、後継の忠誠心はいささかも失われておりませぬ。しかし地位を追われた今の私たちに味方をするということは、フォルトーゼの全てを敵にするというのと同じことなのですよ。確かにおっしゃる通りかもしれません。だったらしかしそれでも我が誇りと忠義、そして何よりフォルトーゼの民の心を敵に回さずに済みましょう。大切なのは誰が敵であるかではありませぬ。誰を裏切らぬかが大切なのです。レイオス様。それにアライア殿下、私にこの剣と鎧を与えてくださった方は、私があなた様を見捨てることを許さないでしょう。ですからこのままお供させてください。私はあなた様のためだけにお供させてほしいと願うわけではありません。裏切りたくないものがあるからなのです。何卒共に参ることをお許しください。レイオス様、では一つだけお教えください。何なりと。その胸に刻まれた高家の騎士たる紋章、そのお姿振る舞い、そして気高く誇り高きお心、あなたは紛れもなくフォルトーゼの騎士。しかしこの言葉、演劇で桜庭先輩が言っていたのと同じ。しかしその剣に刻まれた家紋にだけは見覚えがございません。あなた様はいずこより参られたのでしょう。この質問への答えは決まっている。幾百万の時と幾千万の道のりの彼方から。幾百万の時と幾千万の道のりの彼方。はい、アライア殿下。わかりました。どうかお力をお貸しください、レイオス様。仰せのままに、マイプリンセス。この言葉に嘘はない。間違いなく俺の心からの言葉だ。俺はアライア殿下を力の限り守ってみせる。レイオス様、あなたがどこから来た方なのかはやっぱりわからない。でもただ一つ嘘をついていないことだけはわかります。だから今はあなたに私の運命を委ねます。